信州大学教育学部の佐藤でございます。ギガスクール構想ではですね、持ち帰りを推奨しておりますが、なぜ持ち帰りが必要なのかについてですね、その持ち帰り実施時の学校と保護者の連携についてですね、ヒントになることになればというふうに考えております。まずその連携のポイントですけども、4つ挙げております。持ち帰りの意義、それからですね、端末を家で使うことによって子どもたちはどのような学びを実現するのか。そして端末を家で使うときに親が心がけること、端末をですね、家で使う際の親の懸念に対する対応、そういったことについてお話をしてまいります。まずはじめに持ち帰りの意義です。3点挙げております。1つ目はですね、学びの連続性です。学びはですね、学校内外のですね、連続的に取り組むことによって成立していきます。例えばですね、漢字ドリルであるとか計算ドリル、これは学校でもやりますし、もちろん自宅でもやるわけですね。こういったことが連続的に行われるからですね、子どもたちは漢字を覚えたり、あるいは計算ができるようになっていくわけなんですけども、これは ICT でも一緒になります。学校だけでですね、ICT に取り組んでいてはですね、なかなかスキルが身につかないわけですね。ですから、どこでもですね、使っていくこと、いつも使っていることがですね、ICT がですね、鉛筆と同じように教具になっていくということができるようになっていきます。それからですね、そもそもギガスクール構想はですね、コロナ禍でですね、オンライン対応ができなかったことが発端でございます。ですから、こういった時代ですから、いつでもどこでも学習を可能にすることですね。それから、あらゆる児童生徒に対応するということ、そういったことが求められていきます。昨日ですね、見に行った小学校ではですね、一斉に指導がされて、授業がされていたわけなんですけども、同時にですね、Google Meet が動いておりました。何がされていたかというと、ある子はですね、ちょっと体調が悪くて休んでいたんだけども、少し体調が良くなったので授業に参加すると言って、授業を見ていた児童が一人いました。ある児童はですね、もともと病弱で病院から参加している子どもでした。そしてある児童はですね、コロナ禍でですね、保護者の方がですね、心配をして、まだ学校に行かせたくはないというような、そういったご対応されているご家庭の子どもでした。いろんな家庭があるわけですし、いろんな子どもがいるわけですね。不登校の子どもだっているかもしれません。なかなか学習に参加したいけども、集団ではできない、参加できない子どももいるわけですね。そういった中で、端末を持つことによって、いつでもどこでもですね、どういった子どもでもですね、どういった特徴がある子どもにもですね、学習を保障するということが非常に大事なわけですので、持ち帰りを推奨するわけですね。持ち帰りを推奨しないという自治体様はですね、に考えていただきたいのは、こういった観点になります。持ち帰りをですね、しないということはですね、どこでもいつでもどこでもですね、どんな子どもにも対応できないということになります。持ち帰りをしないという自治体様は、学校にいる子どもたちですね、学校に通える子どもたちには対応できるかもしれませんけども、そういった子どもには対応できないわけですね。ですからぜひですね、持ち帰りの意義をですね、今一度確認していただきたいというふうに考えております。それからテレワークがですね、コロナ禍で一般化しました。もうこれもですね、オンラインの対応と一緒でですね、いつでもどこでも、子どもたちもですね、大人もですね、どこでも仕事をする、どこでも学びを保障するということが当たり前の時代になってきています。そのためにはですね、先ほども申し上げた通りですね、いつでもどこでもの他にですね、子どもたちがですね、テクノロジーやクラウドを理解していくということも非常に重要です。そのためには常にですね、クラウドを意識して学習をしていくということが求められるわけですね。以上3点ですね、持ち帰りの意義についてお話をさせていただいたわけですけども、こういったことはですね、他にもですね、意義と挙げようと思えばいくらでも挙げることができますが、まずはですね、この3点についてですね、ご理解いただけるといいのかなというふうに思います。先ほどですね、日常的に使っていく、家庭でも使っていきましょうというようなお話をですね、させていただいたんですけども、学校でも家庭でもですね、日常的に端末を活用するためにはですね、タイピングのスキルが非常に重要になってきます。家庭でもですね、1日5分とか10分ですね、取り組んでいくとですね、子どもたちはですね、このように早く打てるようになっていきます。
先行研究ですね、論文ではですね、1日5分から10分、2ヶ月ぐらいやると、大体子どもたちはこのくらい速くなっていくということが言われているわけですけども、家庭でやる理由になりますが、漢字ドリルもですね、計算ドリルもですね、学校でも家庭でもやるわけですね。その連続性によってできるようになっていくわけですね。そういったことも踏まえますと、ぜひですね、家庭で、取り組んでいく必要があるということに、なります。それからですね、このタイピングのお話をしましたけども、タイピングとですね、キーボード入力とそのスキルの関係というのは、スキルとその姿勢の関係は、比較的依存しています。左上からですね、見ていただくとですね、タイピングができない子というのは、こういうふうに探すんですね。で、探して、タイピングを要約していくというような方になるので、どうしても目が近づいていきます。ですけども、徐々にですね、できるようになってくると、少しずつ姿勢が良くなっていく傾向があります。ですから、タイピングを姿勢が悪くなるんですけど、どうすればいいですかとか、そういった不安の質問がありますけども、姿勢を良くしましょうというような指導ではなくてですね、タイピングができるようになるような、そんな指導の方がですね、姿勢が良くなりやすいかなというふうに考えています。このようにですね、推奨される姿勢ですね、文部科学省からの方も出ておりますけども、いわゆる書写指導とですね、ほとんど一緒になりますので、子どもたちがですね、画面の近づけていたらですね、ぜひこのように指導していただければというふうに思います。このタイピングの速度なんですけども、2015年のですね、文部科学省が行った情報活用能力調査では、小学生はですね、1分間にですね、6文字しか打てなかった。そして中学生はですね、17文字しか打てなかったっていうのがですね、話題になりました。このようにですね、タイピングが遅いと、大人ですと仕事ははかどりません。子供ですと学習がはかどらない、というような状況になっていきますので、タイピングの指導は家でも家庭でも非常に重要だということになります。それからですね、角度を変えてですけども、学校と家庭での連携ということになりますが、この学校情報の配信と共有という観点から見ていくとですね、非常に便利で効率的な側面が出てきます。例えばこれはですね、学級担任から時間割が配信されているわけですね。クラスルームを使って配信されているわけなんですけども、これはですね、子どもも見ますし、保護者も見れるわけですね。ということができます。それから学校頼りのですね、配信なども行われていくようになります。こういったことから見るとですね、今までできなかったことがですね、早くできるようになる。できていたかもしれないけども、漏れてしまうような情報もあったようなことも漏れずにですね、子どもの端末、そして保護者の端末にもですね、見れるようになるようになります。こちらはですね、新潟県の中学校になりますけども、新潟県の中学校はですね、どういったことをやっているかというと、このウェブでですね、出欠申請フォームというのがございます。このようにですね、子供がですね、熱を出したとか、そういった時には、連絡帳であったり、あるいは、電話をしてですね、朝電話をして、そして学級担任にですね、そのことを伝えるということを、保護者の皆様はするわけなんですけども、朝の時間は非常に忙しかったりしますね。連絡帳をですね、近所の子供に渡さなければいけないというようなことも一手間一苦労かかったりします。そしてインフルエンザシーズンですと、その近所の子も休んでしまう。みたいなこともあるわけですね。そうするとですね、電話をしなければいけないわけなんですけども、そんなインフルエンザシーズンですと、学校に電話してもですね、他の子もインフルエンザで電話してきたみたいなこともあって、なかなか電話がつながらない。そんなことやってると30分、40分、というようなことも保護者の皆様は経験されてきたんじゃないかなというふうに思います。こういった仕組みはありまして、アンケートのようなですね、Google フォームを使って出欠をしますとかですね、検温は何度です、ということをですね、やることによって瞬時に学校に伝わる。そして学校に伝わったらですね、一部の教員が知るわけじゃなくて、全ての教員が我が子の出欠情報ですね、そして体調が分かるようになるわけですね。これ非常に便利なわけですね。この検温はですね、コロナ禍で始まったと思います。これは学級担任にとっても非常に時間がですね、効率化されるものです。
例えば連絡帳にですね、連絡帳であったりとか、あるいは、体温を測る、ワークシートのようなものに毎日書くということが、行われて、そしてそれをチェックする、先生がいるとですね、印鑑を押すとか、ってことが行われるわけですけども、30人、40人の印鑑を押すという時間がなくなるわけですね。ですから、教員にとっても働き方のですね、有効性がですね、生まれてくる使い方になります。もう少し角度を変えますけども、情報端末を使っている子どもたちの疲れというデータになります。子どもたちはですね、これ情報端末を使ってでもですね、何をしてでも疲れるわけですね。例えば今私はここに立っているわけなんですけども、立っているとですね、足が疲れるわけですね。鉛筆を使っているとですね、指が疲れるわけですね。書いているとですね、姿勢が悪いと首が疲れるわけですね。いろんなところが疲れるわけなんですけども、ものによって疲れ方が違うわけですね。情報端末を使うとですね、どこが疲れるのか、ということをですね、子どもたち1000人ほどにですね、調査をした結果になりますけども、やはり首が疲れるとかですね、指が疲れるとかですね、そういうことが分かってきました。そしてですね、うまく使えるようになると疲れなくなってくる、ということですね。そういったことも分かってきました。いずれにしろですね、何かを長時間使う、あるいは短時間でもですね、連続的にやると疲れるわけですね。ですから、情報端末を使ったらですね、首が疲れるとか、少し肩が凝るようになるとか、これは大人にも見られるわけなんですけども、そういった場合はですね、必ずありますので、指導するであったり、声かけをして、こういう姿勢がいいよとかですね、腕を伸ばしてみましょうとかですね、適宜やっていただくということが非常に重要かと思います。何やっても疲れるので、その疲れに対してどう大人がですねアプローチしていただくのかということが重要であって、疲れるから使わないとかですね、そういったことではないということになります。それからですね、授業でですね、端末はどのくらい使われているのかという調査になりますけども、これはですね、青が先生です。オレンジがですね、子供になります。端末を使って1ヶ月ぐらいのクラスを調査したものになります。一部のデータに過ぎませんけども、例えば道徳を見るとですね、先生のが使っていて、子供は10分ぐらいとかですね。国語を見ると逆転しているものもあったりとか、ありますね。長いものだと子供たちは20分ぐらいというふうになっていますけども、この使い方ですね、どんどん変わっていきます。最初はですね、先生が必ず説明をして、そしてそれを子どもたちが説明通りに使ったりするので、先生の時間が長くなったりしますけども、徐々に子どもたちは端末の使い方を覚えるので、先生の説明が減るわけですね。ですから子どもたちはですね、子どもたちの時間の方が増えて、先生の時間の方が減っていきます。ただし、1時間の授業ですね、45分とか50分の授業の中でずっと使ってるわけではないわけですね。せいぜい使って半分ぐらいですね。その中ではノートを使うかもしれませんし、音読をするかもしれませんし、隣の友達と議論をするかもしれません。何か他のことをするかもしれません。いずれにしろですね、1時間ずっと使ってるわけではないわけですね。そういった誤解もですね、こういったデータを見ると、解けてくるかなというふうに思います。そして端末をですね入ってくると、子どもたちちゃんと使うのかなというような、そういったことが言われるわけなんですけども、子どもたちにですねきちんと使わせるために先生たちはどういうルールを設けて指導しているのかってこともですね調査をしたんですけども、きちんとですねしまいましょうとか指定した場所に置きましょうというところから話を聞くときはですね自分の判断でですね端末を閉じてですね友達の方を見てみましょうとかですねいろんなことが工夫されてですねルールが設けられています。これもですね日常的なしつけであったりあるいは生活習慣が非常に重要です。物が入ったからといって何か劇的に悪くなるわけでもないですし何か良くなるわけでもないわけですね。私はよく最近もノコギリで例えます。ノコギリをですね例えば子どもたちに与えたらですねどんなことが起きるのか。毎日練習しているとですね上手に木が切れるようになりますね。ということで端末を上手に使うようになるとですね子どもたちは上手に使えるようになるわけですね。ただよく例えばノコギリを使って何か人を傷つけるような、そんなことをすることもできるわけですね。端末も一緒ですね。何か端末を使って人を傷つけることができるわけですね。これはですね先ほどから申し上げている通り、日常が非常によく出るものになっていますので、
自分がですね、どういうものの使い方ができる人間なのか、ってこともですね、今一度ご家庭であったり、学校の方でご確認しながらやっていくのがいいと思いますし、先生との信頼関係であったりですね、あるいは友達関係ですね、こういうのもいい関係性ですと、先生たち、子どもたちは端末を使っていい関係をもっと築いていくと思いますけども、悪い関係の中で端末を与えればですね、当然悪い方向に持っていく、行っていってしまうわけですね。ですから端末が入ることでどうなるかではなくて、現状に端末が入るとどうなるか、ってことを考えていただくのがいいのではないかというふうに思います。それからですね、子どもたちはいろんな使い方をしていきます。これは一例に過ぎませんけども、私がですね、担任をやっていた頃に一人一台で、ですね、子どもたちと学習していた頃に見受けられた子どもたちがいろいろなことをやったことですね。例えばですね、許可なく写真を撮影しようとするとかですね、こういうのはよくあるわけですね。これはきちんと、著作権であるとか肖像権について教えていく必要があります。あとはですね、写真をですね、許可を得ずに撮ってですね、友達の端末に送りつけるとかですね、それからですね、6番目ですね、録画機能を使ってですね、ビデオですね、撮ってですね、テレビ番組とかゲームを撮ってきて、それを休み時間に見ながら話題にするみたいな、そんなこともしていくわけですね。いろんなことが子どもたち考えるわけなんですけども、これできるようになるっていうことはですね、端末が使えるようになるということです。まずよく言うとですね、情報活用能力が高くなるというようなことなんですけども、もちろんですね、良識の範囲で許容していただくのもいいと思いますし、それは良くないだろうということはきちんと指導していただくのがいいと思います。ただし、禁止しすぎるとですね、何も身につかないっていうのも生まれてきますね。ですから、良識の範囲で、教員もですね、保護者の皆様も、子どもたちと接していただくのがいいと思います。ルール、よく言われますね。時間に関するルールとかですね、いろいろ言われますけども、主にですね、この4つは基本的に家庭でも学校でもですね、連動しながら、まずは作っていくということが重要です。例えば時間ですと、持ち帰った端末はですね、夜8時までとかですね、にしたりとか、あるいは活用はですね、必ず学習だけ、とかですね、学習で配られているんだって、こういう価値づけも非常に大事です。税金でですね、整備されたものになりますので、税金でどのような使い方をすればいいのかということをですね、もちろん学校でもそうですし、家庭でもそういう価値づけが非常に重要かと思います。そして場所ですね。場所に関するルールになりますけども、うまい、ご家庭はですね、使い終わったらリビングに置くとかですね、充電はリビングでやるとかですね、常にですね、この子どもたちが見えない状況をですね、保護者が見えない状況を作らないということが非常に大事ですね。夜ですね、夜な夜な何か端末を触っていたみたいな話になると、好ましい使い方にはなくなっていく可能性がありますので、例えば8時までにして、8時からは使わないとかですね、使い終わったらリビングに置くとかですね、そういったことをですね、工夫をしていただくのがいいんじゃないかと思います。そして最後にですね、ルールを破った時のルールというのがあります。ルールというのはですね、守るべきものなんですけども、破った時にもきちんと守らなかったからというペナルティを与えていく必要があります。そうではないとルールとしては機能していきませんので、これも最後非常に大事なことになってきます。今までですね、保護者と学校とのですね、連携についてお話をしてまいりました。これは私が担任をしていた2014年の時の写真になります。当時はですね、今よりもですね、端末を使うというような学校はですね、ありませんでした。ほとんどなかったというふうに思いますけども、そんな中で活用していく中ではですね、保護者の皆様の理解が非常に重要でした。ですから、私はですね、この保護者会ですね、保護者会であるとか懇談会と言われているものですね、そういうものをですね、端末の体験会にしていました。子どもたちと同じように使っていただく、子どもたちと同じように発表していただくんですね。そうするとですね、子どもたちこうやって使っているのかとかですね、こんな風に言葉を選んで発表しているのか、喋っているのか、
いろんなことに保護者の方は気づいていて、端末を活用した授業がですね、どんな効果があるのかということを実感していただくわけですね。そういうふうにですね、少しずつ保護者の方と理解しながらですね、このことについて会話を増やしていくことが非常に重要かと思います。もしこれをですね、ご覧いただいている保護者の皆様がいましたら、ぜひですね、学校にこういう取り組みをしていただきたいというようなこともですね、申し上げていただくと、学校と保護者の方々の連携がますます進むのではないかというふうに考えております。学校と家庭で取り組むギガスクールですけども、先ほどから申し上げている通り、日常が非常に重要だということになります。こちらのですね、メディアは現実を拡張するというような、そういったですね、言葉をですね、マーシャル・マクルーハンという言語学者がですね、かつて言っていた言葉になりますけども、メディアというのはですね、いいことはですね、いいようにですね、ポジティブに拡張していくわけですね。ただしメディアというのは一方で悪いこともですね拡張していく、ネガティブに拡張していくという性質を持っています。これは道具というふうに捉えても一緒ですし、メディアというのはそういうものであるというふうに考えるのであれば、やはりですね、日常の生活習慣ですね、そういったことを重要に視していただけると、子どもたちは非常にいい使い方をするんじゃないかなというふうに思います。それから何度も申し上げている通りですね、よく端末を使うと何かチャットをして炎上するんじゃないかとかですね、そんなようなこととか、そういう心配事ばっかり出てくるんですけども、いい関係性、コミュニケーションが取れるですね、関係性であれば、さらにコミュニケーションが豊かになっていきます。私たちの生活の中でもですね、コミュニケーションを取る人はですね、良好な関係の人ですね。そして勉強を一緒にしたりとか仕事をする人がよくコミュニケーションをして、その ICT によるコミュニケーションによって、さらにリアルなコミュニケーションも豊かになるわけですね。そんなふうに考えていくと、何か物が入るから炎上するとか悪いことが起きるんではなくて、関係性がですね、いいことでも悪いことにもつながっていくというふうに考えていくのが普通かなというふうに思いますので、ぜひですね、日常のですね、生活をですね、大切に子どもたちと過ごしていただければなというふうに考えております。